お兄ちゃん、本当に休んどかなくて大丈夫なの？郊外から戻ってきたばっかりだし、寝食のことだってあるのに。賛成。ホロー内をガイドする上で、マスターの健康は必須です。十分な休息をとるか、強烈な刺激により、アドレナリンを分泌させることを推奨します。心配いらない。君とフェアリーのおかげでもうすっかり本調子だ。信じてくれ。それより正体不明の武装集団にさらわれたパールマンを速やかに奪還しないと。そりゃあそうだけど、お兄ちゃんの体の方がずっと大切なんだから。マスター、交差分析の結果、バレーツインズのホローエリア内にターゲットパールマンとおぼしき生体信号を検出。バレーツインズ、そっか。飛行船ハイジャックの時もあのビルで正体不明の武装集団に襲われたっけ？ひょっとして同じ奴らなのかな？一理ある。あの時連中の目的はビジョンの裁判をご破算にすることだった。そして今回も証人のパールマンを狙って動いている。動機は同じだし、背後にブリンガーがいることについても筋が通るけれど、どうして連中はパールマンを依然として生かしているんだろう。これは少し残酷な話になるけれど、黒幕の目的がビジョンのスキャンダルを闇に葬ることなら、パールマンは退場させておいた方が何かと好都合なはずだ。警告。ビデオ屋に接近する反応あり。フェアリー、下手くそなドッキリはやめて。さっきのアドレナリンがどうとかって話ならお兄ちゃんにはいらないから。警告。え？ごめんフェアリー、もしかしてドッキリじゃなかった？どうしちゃったの？警告。これってうちのシステムがまた攻撃されてる？新エリートにフェアリーのガードを破れるやつなんていたの？妙だ。システムのネットワークではなく、うちへの送電網と HDD システムそのものが標的になっている。お兄ちゃん、お店の外、本当に誰かいる？この格好。ごめんください。聖選挙の期間中、6分街のパトロールを担当する治安巡査の者です。すみませんが、ドアを開けていただけませんか？お兄ちゃん、私出てくるね。フェアリーの方は任せるから、なるべく静かにしてて。2階は異常なし。ちょっと動かすならそっとやってよ。コレクターズエディションなんだから。すみません。こちらの部屋はここはただの物置だから、しばらく使ってない私物とか古い機材を置いとく場所で。念のため開けてみても。こんなとこまで見せなきゃいけないの？見ての通り、ここにはビデオしかないってば。ごく普通のビデオ屋なの。そうは言っても、選挙期間中のありふれた決まりでして、すみませんがご理解ください。開けないのならこちらで開けますよ。待ってよ。ご協力を。またりよ。え？
新たな指令です。街頭パトロールに人手がいります。6分街の臨検は特捜班の方で引き継ぎます。皆さんご苦労様でした。あちらの責任者はもう待機しています。至急向かってください。すでに申請は承認された。一体の保安検査は我らの管轄となったゆえ、ひとまず安心するがよい。ありがとうございます、先輩。さて、店長さんの番ですよ。状況を説明してください。その前に、どうしてシュエンさんとチンイがうちに来たか聞いてもいい？店長殿はご存知であろうが、起点の PC アシスタント、フェアリー殿と我は実婚の仲。その彼女が何やら送ってきたのだ。曰く、0110000011011001100110011000000にシンス？どういう意味なの？旧文明の標準的なバイナリーコードで翻訳するとヘルプとなります。巣は店長殿が一大事と察したシュエンは我をひっつかみ、おっとり刀で駆けつけたのだ。ありがとうチンイ先輩。うちのフェアリーとこれからも遊んであげてくれ。お礼を言うなら状況を説明してからにしてください。私は事実関係に基づき厳正かつ公正に対処します。店長さんであっても例外ではありません。ああ、それが事態は少々込み入っているんだ。説明しよう。待って、この声は。久しいな、シュエン。私だ。なるほど。ビジョンの剣を裏から動かす手。真なる脅威は雲隠れ。パールマンをめぐる郊外の奮闘虚しく、連れ去られた皆の胸中誠に悔しく。ああ、その通りだ。耳にも心地よい。して店長殿、主は表向き、日々法を遵守する市民を装いつつ、その実は腕っこきのベテランプロ棋士であると。本当にすまない。ただ誓って罪のない人を傷つけたことはない。黒ではあっても限りなく白に近い黒だと自負している。シュエンさん？それは？実のところ、
我はうっすら店長殿の正体を悟っておった。故にこちらへ向かう途上、主演にそのことを打ち明けたのであるが、私には信じられませんでした。店長さんが私たちを騙しているなんて。だから賭けをしたんです。残念ながら私の負けだったみたいですが。シュエンさん、本当に申し訳ない。僕たちは誓ってそんなつもりではなくて。本題に戻りましょう。今は市政選挙の期間中で、あなたたちは新エリートヤヌスクの次期総監となるブリンガー長官に対して重大犯罪の告発を行うと主張しています。そしてあなたたちの証人も証拠も何一つとしてこの場にはない。慣例に従えば我々はあなたたちを治安局に連行した上で監視下に置き、上層部の指示を仰ぐことになります。ですがハンドに所属する対フォロー六課の責任者かつ東大におけるうつろ狩りの一人である星見雅課長があなたたちに対して責任を持つと言っています。私は愚かで騙されやすい女かもしれませんが、雅の経験と能力を信じています。それはつまり今日いっぱい上には報告しません。あなたたちには証拠を集めるのに十分な時間があります。その間に私も自分のルートで調査を進めるつもりです。ありがとう、シュエンさん。まだ僕たちを信じてくれて。お礼を言うのは早すぎます。調査の結果、あなたたちの言葉がまたしても嘘だった場合、言いましたね。私は例外なく対処しますよ、プロ騎士さん。プロ騎士様がオンラインになったようです。こちらの声が聞こえますか？主演治安官の方は大丈夫だったでしょうか？シュエンさんは僕たちの情報の裏を取るために治安局で調べ物をするそうだ。陳意を残して言ってくれたから今のところ安全面で心配はない。でも直属の上司、それもずっと目標にしてた人が実は悪いやつだって言われたら、あんな反応になるのも無理ないよね。僕はプロ騎士のこともそのシュエンさんって人のこともよく知らないけど、あんな反応のわけが上司の告発じゃないってことくらいはわかるよ。それは目下猛省しているところだ。私はシュエンという人間のことをよく知っている。彼女は決して正義に反するようなことはしないだろう。それにシュエンをなだめるのは難しくない。手を握りまっすぐ目を見て思うことを伝えればいい。試してみるんだね。なお距離を詰めるほど効果が高まる。課長ったらどこでそんな悪いことを覚えたんです？シュエンのご母堂が教えてくれた。私も試したが有用だったぞ。さてみんな、 HDD システムには少し色々あったけれど、幸いフェアリーがパールマンの生体信号を見つけてくれた。重要参考人を取り返しに行く時だ。
傭兵たちの連絡地点はこの先だ。パールマンの情報も見つかるかもしれない。付近に敵多数。慎重に行動してください。浅場隊員、待たせたな、ヨネ。気をつけるんだ。近くに何か仕掛けがある。どこもかしこも傭兵だらけだ。思ってたより多いんじゃないこれ。守りが固いのならパールマンはここにいるということだ。そうそう、お肉が大きいほどネギがたくさん入るもんね。おっと、前方に伏兵発見伝。あれで隠れてるつもりか。僕ら舐められてる。よーし、少しお灸を添えてあげよここがビルの中心エリアのはずです。敵も重点的に防衛しているだろう。敵の攻撃が激しさを増してきました。けど脆いですね。すぐに潰せますよ。深く。課長、まさか怪我を。1分でどれだけ弾丸を切れるかという修行ができなかった。大丈夫、僕弱いんで。避けて。ここにも伏兵がいるのか。わかったってば。こいつが鶴を打つ音聞いたことある？はっ！やっ！はっ！無意味なあがきです。承知した。はっ。はっ。お兄ちゃん、連絡地点は目の前だよ。ここに空間の裂け目がある。早くパールマンを見つけないと。浅場隊員、何か異常が？いえ、敵が威勢はいいけど変なチョコ揃いだなぁと。まったく傭兵ふざけてるんですかね。この先だ。僕は真面目にやってるのに見張りさえいないこんなの不公平ですよ。いささか拍子抜けですね。そんなことで我らに有利ならないでください。それでもいい。せっはっせっはっ。
宣言しとく。よし、これで。プロ騎士、この音は何だ？何？権限のリクエストが爆弾に紐づいていたのか。逃げるんだ。この部屋は爆発する。この威力、軍用の小安爆薬。ビルの中でそんなものを。道理で誰も守っていないわけですね。人質はどうなってもいいようだな。敵が前方に集中しているな。迂回する道を探してみる。不要だ。押し通る。何があったんだ。この辺今にも崩れそうだぞ。いや、もうどうだっていいな。これ以上気にしてられるか。ここで生きるなんてごめんだ。パールマンはここに閉じ込められている。速やかに守衛を片付けよう。やめろ殺さないでくれ。お前ら一体何が望みだ。近くで爆発が起こるリスクがある。早く離れよう。うわー、助けてくれ。死にたくない。暴れないでよね、おっさん。落ちたらおだぶつなんだからさ。この近くに空間の裂け目があるはずだ。近道として使えばかなりの時間を節約できる。終わりだ。爆発する。プロ騎士様、フォローの出口がある方角はこちらですか？フェアリーも反応がない。まずはここを離れよう。地下にあだなした報いよ。時間の無駄です。邪魔だ。勝利を上となし、狂乱はこれに次ぐ。確かに出口は前方だ。とはいえ測定結果がどうも引っかかる。本来ならいくつかあるはずの出口が一つしかない。プロ騎士様、時間がありません。速やかにここを突破しなければ。私はまだ死にたくない。これは本当に予想外の開口だ。なんだって。ブリンガー。パールマン、ビジョンコーポレーション事件の黒幕め。司法府の飛行船を乗っ取り郊外に逃げたかと思えば、選挙のデリケートな時期に乗じてこの町に戻ってくるとはな。よほど治安局に捕まりたいと見える。それとハンド所属対フォロー6課の執行官たちか。重大な被疑者であるパールマンと共に現れたということは、奴のフォローへの出入りを幇助していた可能性もあるな。ヤヌスク治安総局副総監の名において治安総局で
じっくりと話を聞かせてもらえるかね。星見みやび課長、君は重要事件の犯人パールマンと不正な取引をしていた疑いがある。君の部下と共に我々とご同行願おうか。終わった。もうダメだ。全部おしまいだ。お待ちください、ブリンガー長官。どうやらあなたは大きな誤解をされているようです。対フォロー6課内部で重要な容疑者と水面下での接触を行った疑惑があるのは確かです。ですが、それは課長の個人的な行動に過ぎません。我々は対フォロー6課として上司の不適切な行動を止めるべくここへ駆けつけました。それが今ご覧になっている状況です。つまり君たちは無関係だと？君は次期総監たるこの私をたわけだと思っているのかね？ただ事実を述べているだけです。異議があるのでしたら治安局の監察官に報告し検証を要求することもできます。人間万事、これに続くのは？はあ？私に聞いているのか？不正解だ。何をする？星見みやび、何をしている？まともに答えられなかったため、怒りからフォローに投げ捨てた。柳の言う通り、私は独断専行型でな。今ので分かっただろう。部下たちは何も預かり知らぬ。捕らえたければ、捕らえればいい。私だけを、な。貴様！もうすぐ演説よ。こじれる前に適当なところで切り上げましょう。いいだろう。お望み通りにしてやる。ヤヌスク次期総監の名において、対フォロー6課課長星見みやび、公共の安全を脅かした容疑により逮捕する。ごめんね、みんな。私たち、しばらくはみやびさんの行方を追えそうにないの。そうですか。私の方でも部長やマスコミの友人にそれとなく探りを入れてみましたが、
雅課長の逮捕やパールマンの出現に関する情報は届いていないようです。もしもし、こちらはシュエンです。聞こえていますか？至急確認していただきたいことがあります。パールマンはそこにいるんですね。うなじです。彼のうなじを見てください。耳の後ろ、生え際のあたりに小さな傷がありませんか？何をする？私の髪がどうしたというので、そっと優しくしてくれ。シュエンチアンか。確かに、右の襟足付近に2ミリほどの小さな傷があります。どうしてこんなものがあると？治安局では、特殊かつ重大な事件の容疑者を収監する場合、中で危険なことをしないように小型チップを埋め込むことがあるんです。そして、一連の重大事件の容疑者であるパールマンに使用されたチップは、GPS タグがついていて、まだ有効であることが分かりました。GPS？ しかもまだ有効だって？それって、飛行船が事故った後も動いてたってことですよね。ええ。ちょっとそれじゃあ、治安局はずっとこいつを追跡できてたってことになるんじゃないですか？この事件の管轄治安官が、そうしようと思えば。つまり、ブリンガー長官は、ずっとパールマンを探す手段を保持していたんです。飛行船が郊外に墜落して以降も。さらに、局内の記録を調べたところ、パールマンの所在地は、依然として不明のままでした。彼は、ただ野放しにされていたわけではありません。我々のこれまでの行動は、ある仮説に基づいたものでした。黒幕の目的は、パールマンを抹消することで証拠を隠滅し、我々に真相を暴かれないようにすることだと。いつでもパールマンを見つけられたのなら、これまでの包囲や連れ去り、逃亡、そして妨害には何の目的が？悪者の長官がボスを逮捕したのって、私たちを弱っちくするためじゃないの？僕たちの前提が間違っていたなら、ブリンガーが星見さんを連れて行ったのには別の理由がある気がする。別の理由って、まさか課長そのものとか？けど課長はビジョンの件とは無関係だし、道中も別におかしなとこはなかった。第一うつろ狩りに手を出そうなんて、手っ取り早い自殺みたいなもんだって。待ってくれ。おかしなことが一つあった。郊外のフォローに二人でいた時。まさか、あのどこを叩いても埃の出そうな次期総監の目的が、本当に課長だって。でもどうして？理由はどうあれ、雅はもう連れ去られてしまいました。目の前で。私は、なんて愚かなんでしょう。すぐに部長に連絡しないと。みんな、ひとまず冷静になろう。まずは星見さんの居場所をはっきりさせるのが先決じゃないか。それはブリンガーについても言えるけれど。雅を護送している車両は治安局のものですから、追跡する方法はあります。ブリンガー長官の方は。あやつなら、当時ビジョンの事件が終結を迎えた広場にいるはずであるぞ。デッドエンドホローの外周にほど近い、あの場所にな。チンイー先輩、どうしてわかるんですか？ニュースで報じられておったではないか。そこには今日、あやつが演説を行う特設会場があり、また、予定通り執り行われると。ビジョンの件にゆかりある者たちや、熱心な市民が、大挙して押しかけるとも言っておったな。みんな、手分けして行動しよう。星見さんとブリンガーを同時に探し出すんだ。わかりました。雅は我々が探します。直ちにフォローから出ますので、ガイドをお願いできますか？いや、
僕たちは課長を追うべきじゃないと思いますよ。なぜです？みやびが心配ではないのですか？もし彼女に万が一のことがあったら、私は。月城さん、落ち着いてくださいってば。僕たちの現在地は、どっちかというと、ブリンガーの近くですよ。それにこっちはまだ、パールマンを連れてるんですから。ですが。ですがもよすがもないですよ、副課長。僕の言う通りだって、内心わかってるくせに。なぎね私も、今回だけは、ハルマザの言う通りかなって。こんなことめったにないんだし、たまには聞いてあげようよ。そうかくちゃんさ。結構傷つくよ、それ。まあでも、賛成してくれてありがとう。みやびは私が追跡します。さっきも言った通り、囚人護送車の位置は特定できますし、私も治安局の人間ですから、容易には疑われないかと。月城さん、私とみやびはかつての同級生で、昔からの友人でもあるんです。あなたの気持ちはよくわかります。必ず、連れて帰ると約束しますね。僕もシュエンさんと行くよ。一緒に星見さんを連れて帰ろう。良きかな。配役は決まったようであるな。我はビデオ屋に残り、公庫の憂いを断つとしよう。すみません皆さん。先ほどはお恥ずかしいところを見せてしまいました。ここは手分けして行動するのが最も合理的ですね。今すぐ開始しましょう。プロ騎士さん、あなたはとてもお強いんですね。強いなんてものじゃない。僕は新エリート最強のプロ騎士なんだ。きっと星見さんを連れて帰る。待っててくれ。わかりました。信じています。どうか、課長を頼みました。臨時パトロールチームよりシュエン班長へ。聞こえますか？どうぞ。はい、こちらシュエンです。班長？なんか声がかすれてるみたいですけど。すみません、ちょっと暑くて、じゃなくて車内が乾燥してて。何かわかりましたか？はい、調べたところヤヌスクで現在稼働中の護送車は8台。うち1台の走行記録が班長のおっしゃった特徴と一致しました。今位置を共有します。ありがとう、チェン治安官。助かりました。休憩を取ってください。はい、シュエン班長も捜査の方お疲れ様です。あとお大事に。臨時パトロールチームからは以上です。よかったです。雅の護送車とおぼしき情報が手に入りました。待ってください。この走行ルートを見る限り、なぜか護送車もブリンガーの演説会場に向かっているようです。
まずいですね。この時間の道路はもう会場へ向かう市民で混雑しているはずです。どうしましょう。緊急走行か、あるいはバイクで。もう時間がない。会場はデッドエンドホローのすぐ近く。それならホローを突っ切るのが近道だ。ですが、ホローの中を運転するなんてとても危険です。もしかして徒歩で行くんですか？そうだとしたらやはり時間が。大丈夫。早くて安心の交通手段を知っているんだ。僕は運転したことがある。すごいですね。まさか店長さんが電車を運転できるなんて。この線路でルートは問題ないんでしょうか？任せてくれ。僕は詳しいんだ。必ずデッドエンドホローの外に出る。そうだ、エーテリアスが近づいてきたよ。宮城さんとは仲がいいんだ。私に任せてください。敵は列車の運行を妨げさせません。心当たりあるかい？店長さんもご存知の通り、星見家には長い継承の歴史があります。初代蜜ろ狩りを輩出し、都市に多大な貢献をしたほか、歴代の当主たちの中でも同様に功績を残したものなんです。彼らは皆世にも稀な武人たちで、代を追うごとに星見の名声を確固たるものにしてきました。ところがある時期を境に星見家は武術を尊ばなくなり、代わりに政治的な力によって都市運営に介入を始めたのです。ああ、お店にも星見家のドキュメンタリーがあるからね。インターネットでは星見家の強さには秘密があるって噂だけど、まさかただの噂以上のものなのか？私も多くは知りませんが、確かめる方法はあります。店長さん、外界との通信はまだ維持できていますか？私は星見家に、つまり雅の家族と連絡が取れます。もしもし、こちらは治安局所属特務捜査班の主演治安官です。先ほどお電話を差し上げたのですが。分かってるよ、主演治安官。悪いんだけどスロノスクからは返事がなくてね。ご当主ならまだ市政選挙の件で宴会場にいらっしゃるとは思うんだけど、今秘書に急ぎで探させてるよ。あ、そうですか。何度もお騒がせしてしまって申し訳ありません。もし返事があれば。はい、よろしくお願いいたします。じれったいですね。市政選挙のデリケートな時期ですから、星見家の人だからといってすぐに雅のお父さんを捕まえられるというわけでもなくて。主演さんは星見家と親しいのか？今の当主とも知り合いだったりするんだろうか？親しいとまではいきませんが、雅と同じ学校に通っていた頃、家に何度か招かれた時、おじさまにはご挨拶をしたことがあります。新エリートきっての名家ですから、ご多忙なのも無理はありませんね。敵の目的を推測する上で、雅から得ようとしているものが何なのかを知りたいんですが、思いつく方法は彼女の父親に尋ねることくらいでした。ただ私の社交範囲ではせいぜい家までが限界ですから、スロノスクで上流階級が催しているパーティーなんて全くのお手上げです。彼らの警備については治安局の管轄外ですし。上流階級と付き合いのある人だね。ぴったりな人材を知っているよ。これはプロ騎士様、大変ご無沙汰しております。このような日にご連絡をいただけるとは想像だにしておりませんでした。ライカンさん、繋がってよかった。とても重要な要件があって助けがいるんだ。ビクトリア火星だけど、あの星見家にサービスを提供していたことってないかい？都市の喧騒と保安に多大な功績のある
高名な部門のご一族でございますね。大変光栄なことに私どもにもたびたびお声をかけていただいております。お得意様と言って差し支えないかと。本当ですか？よかった。実は星見家の一族のことで知恵をお借りしたいのですが。それは一族をどう定義するか次第かと。よろしければ先に事のいきさつをお聞かせ願いますでしょうか。事情は承知いたしました。聞く限り道理にも義にも反してはいないように思われますが、お客様の機密保持の観点から服務規定に反するため申し訳ありませんが、私からお伝えすることはできかねます。それは理解できます。ですが、それでもこの件によりふさわしい方をご紹介することであれば可能でございます。少々お待ちください。リナ、しばらくホールを頼みます。どなたかな。急ぎのようで私を探しているとライカン君から聞いたが。この声はまさか。おお、シュエンさんではないか。久しぶりだな。娘が世話になっている。お久しぶりです、宗一郎おじさま。突然お呼び立てしてしまい申し訳ありません。雅のことなんですが、彼女が何者かに狙われている可能性があります。こうしている今も危険にさらされているかも。危険？おっと、冗談ではなかったのか。続けたまえ。宗一郎おじさま、雅が心配ではないんですか？もちろん心配だと思う。だが私に言わせれば、あいつを陥れようとしている奴の方がよほど心配だな。娘は強い。かなり強い。かなりどころではない。超強い。いやいや、そんな一文字ついたぐらいで表せない。超すまない。どうも娘の自慢となると孵化してしまう癖があってね。とにかく娘に悪意を持って近づく者は総じて悲惨な結末を迎えてきた。それに比べると星見家の情報が漏れることの方がより危惧すべき問題かもしれないな。それはどういう意味ですか？いや、決してシュエンさんを疑っているわけではない。だが我ら星見の一族には特別な事情がある。安易に外の者に漏らしてはならないという掟とともに、時にこの場には見知らぬ客人も同席しているようじゃないか。君が娘とどういった関係なのか証明することはできるかね。雅さんの刀は星見家に代々伝わる家宝で、歴代の当主とあやかしを退治してきた刀です。触れることができるのは星見家の本家の人に限られるとか。よろしい。娘がそれを教えるだけの信頼はあるわけだ。だがあの子の同僚であれば少なくない数の人間が知っていることだな。宗一郎さん、あなたはお酒の席でこっそり自分の分だけ中身をジュースにすり替えていると聞きました。何？娘は、そんなことまで君に話したのかね。ご当主様、聞いてください。雅さんの刀がまさに今日制御の効かない状態になったんです。刀身から狐火が溢れ出してやっとの思いで鞘に封じ込めました。なんだと？ライカン君、市長殿に今夜は早めにお暇すると伝えてもらえるかね。そして君たち二人にはこれ
れから極めて大事なことを伝える。誰にも絶対に口外してはならない。いいかね。もし星見家によからぬことを企んでいる悪党がいるとしたら、それは間違いなくあの刀を狙ったものだ。あの刀は星見家の力の源。星見の当主が代々剣豪として名を馳せたのは全てが自身の力というわけではない。あの刀のおかげだ。だがあれに封じられている力はある種の、そう、禁忌。星見の当主だけがそれを受け継ぐ資格があるが、継承には極めて危険な過程が伴う。娘は唯一の例外だ。刀の力を借りず、己の力だけで強くなった。あの子は星見家が授かった本物の天才。必ずあの刀の鞘は必ず完全な状態を維持している必要がある。鞘が機能していない状態で娘が刀身に触れるようなことがあってはならない。おい、ちゃんと運転しろ。うつろ狩りのご機嫌を損ねたら総局でこってり絞られるぞ。芝居はもういい。先ほど7つ目の交差点でヤヌスクに入ったね。総局へ向かう気などないのだろう。あら、とっくに気づいていたの？澄ました顔してされるがままにしてるけど、それでいいのかしら。悪党どもの企みは機械千番。お前たちの目的を探るなら近くにいた方が好都合だ。どのみちお前たちごとき脅威にもならないからな。都主空剣でもかしら。ああ、刀を使うまでもない。私たちが格落ちなのは否めないわね。何せこれは星見の家に代々伝わる家宝だもの。極超級エーテリアス、希代の強者、旧文明が残した災い、そして新世代の邪悪、全てを切り伏せし妖刀ムビ。お前7代もの主を経て星見家を今の崇高とも言える地位にまで押し上げた。人々は星見の類まれな血筋がなせる技だと信じて疑わないけど、実はこの刀のおかげなのよね。でも星見みやび、あなたは違う。星見家が授かった正真正銘の天才、剣に愛されし長寿。なぜ星見家のことをそこまで。だって私たち悪党の狙いはあなただもの。洗面槽はしくじったけれど、あなたが同期したモデルデータの入手には成功した。これでようやく妖刀の真の姿を目の当たりにできる。聞きしみなさる美しさね。このおぞましいエネルギーこそ私たちが本当に欲しかったもの。何？あなたの言う通り、誰もあなたの脅威にはなれない。だったらあなた自身が脅威になるっていうのはどうかしら？ムビを離せ。これは光栄なことだ。まさか私の演説にあの星見みやび執行官が足を運んでくださるとは。市民の皆様、彼女に拍手を。わあ、みやびさんだ。すごい。みやびさん。ここは
狐火に焼かれているのか。ここにも敵が。敵を切るごとに体が癒されてゆく。このまま切り続けるということか。切った瞬間に落ちる。明らかに実体ではない。狐火は押見家の力のはずだ。それがなぜ私を焼く。スイハッスイだはっだはっやスイはっやさ色が変わった。ここは見覚えがある。狐火がますます激しく。体力が急速に失われていく。敵を切り続けなければ多ければ多いほどいい。やはり妖刀の見せる幻なのか。奇妙なささやき。刀が制御を失った時に聞いた覚えがある。また変わったこの感覚。この者たちは市民ではないのか。何せ切るものか。私は決して婿の者に刀を振るわない。断る。あの時も母上にこうささやいたのか。あの時もこうして母上に宿命を促したのか。挙句に彼女を煮えへと仕立て上げたのか。答えろ。上等だ。
私のことを覚えているのだな。お前たちは本当に継承の掟が正しいなどと本当に思っているのか。私は一つ提案をしたい。ホロー災害が猛威を振るう中にあって、お前たちが苦渋の決断を下したことは分かっている。過去の犠牲はそれ以上の犠牲を食い止めるためのものだが、もはや星見の使命はそんな血塗られた贈り物を継承するだけでは足りぬ。外界にはもうこの掟を無視して力を盗み取る手段が存在している。お前たちがこの残酷な儀式に固執する意味は何だ。いいか、私と手を組め。ああ、幼き頃から常々思っていた。私は今の星見家が求めるような後継者ではない。おじいさまほどの器量もなければ、おばさまほど道理にも明るくない。父上の学識も母上の聡明さも持ち合わせていない。だが私には剣術がある。この一点だけにおいて私は正真正銘の天才だ。もしお前たちが私の命を聞き入れてくれるなら、この手で星見家の運命を書き換えてみせる。私の刃となる。悪だけを断つために。かつてお前たちに犠牲を強いた悪友ども、私が討ち取ってくれよ。お前たちに払われる犠牲は我が母上で終わりだ。これよりは私の手でお前たちを誠の天下無双にしてやる。お前たちの答えはお前たち星見さん、星見さん、僕の声がわかるかい？ちゃんと聞こえるかい？プロ騎士。ああ、僕だ。星見さん、ようやく目を覚ましてくれたね。気分はどうだい？そうか、あの金色の光はお前だったのだな。危うく刀を振り下ろしてしまうところだった。市民たちは、私は彼らを傷つけてしまったか。安心してみやび。
あなたは誰も傷つけてないわ。あなたの目に奇妙な炎が現れた時、私と店長さんでデッドエンドフォローに押し込んだの。あなたはずっと刀を振り回していたけれど、切っていたのは近づいてきたエーテリアスだけ。それが突然その場で動かなくなって、刀の炎も消えたから、私たちは近づけたの。そうか。みんな、ありがとう。私はもう少しで、大きな過ちを犯すところだった。怖かった。もし、私の刀が、親しき人を傷つけていたら、罪なき人々を傷つけていたら、星見さん。お兄ちゃん、緊急事態だよ。対フォロー6課のみんなが講演会の場所に着いたんだけど、会場は今大混乱で、グリンガーはこの隙に逃げようとしてるみたい。みやびは私に任せてください。彼女を一番近い医療拠点へ連れて行きます。行ってください、店長さん。黒幕を頼みました。絶対に彼を逃がさないで。